ボルボ XC73.2。 もう瞬間におしゃれになれます。街でも海でもどこでも山でも全部行けます。なんとも言えない色、ゴールドにも見えるしブロンズにも見えるしグレーにも見えるじゃん。これの色に内装の組み合わせがあるわけで、そうなんです。ゴリッとしたオフなところと、ちょっと都会的な美しさ、この融合で丸の内の中通りなんてさ、もう絶対かっこいいじゃん。合うだろうね。日本人ボルボ好きだから。北欧の家具も大好きだし、動くリビングルーム、動く応接室、一気におしゃれになっていただきたいなと思いました。レジェンズ&ボーイズ TV のお時間でございます。今日も私司とプロデューサーの上野太郎と申します。皆さんいつもボーイズ&ウィルズ TV を見ていただきありがとうございます。ということで、今回も太郎くんと2人でお届けするわけですが、かっこいいな。おしゃれなんです。ボルボ XC73.2、 その4駆のモデル AWD。 これを買ったらもう瞬間におしゃれになれます。街でも海でもどこでも山でも全部行けます。ゆっくり紹介していきましょう。年式は2008年、走行距離は 4.9 万キロ、値段は152万円。そもそもどれぐらいの時代の車2001年に最初の車がデビューしました。2007年10月にこの車は終了しました。だから終了した時の最後の最後だね。そもそもクロスカントリーってのは何ですか？ボルボといえばエステートっていう方いらっしゃるじゃないですか。つまりワゴン、そして SUV、 本格的なオフローダーがあると思うんだけれど、その間を埋めるモデルとして登場しました。ワゴンでもあり SUV でもある。そう、ワゴンの形をグイッと上げて、そしてここにフェンダーアーチモールがくっつくと、これがまたかっこいいよね。そう、随分高いのよ。実際ロードクリアランスワゴンに比べて 45mm も上がってるんだ。だから 190mm もの最低地上高が確保されていると。 SUV でも今低い車あるからね、実は。ね、はい、新車時はベースになったワゴンタイプに比べてプラス50万円でこれ買えたんだ。すごくお得な車でもあるなと思う。じゃあ外装から見ていきましょうか。はい、よろしくお願いします。楽しみに。最低地上高は聞いたけれども、サイズはどんな感じ？全長は 4860mm あります。あ、まあまあ長いよね。幅が1860、幅広だね、で高さが1565ある、車重は1800キロ。ビッグな車ですね。そうなの。なんかイメージよりも僕は随分大きいなっていう感覚を抱きました。必要以上に大きいってことはないんだけど、ちょっと大きめ、特に背が高い。もう一個今気づいたのが、ルーフキャリアがさ、ギュイーンって A ピラーに沿ってここまで行ってるっていうね。これおしゃれだよね。あとクロスカントリーはこのたくましさを押し出しただけじゃなくて、内装とかもかなりラグジュアリーに作ってるんだね。ああ、なるほどね。なんかこの辺がゴリッとしたオフなところと、ちょっと都会的な美しさ、武骨さとエレガントさ、この融合で街並みの中、丸の内の中通りなんてさ、ああいう洒落たとこでも絶対かっこいいじゃん。合うだろうね。湖畔のキャンプ場でもいいじゃん。合うね。オールマイティーな車ですよ。そうだね。どこにでも似合うっていうのは案外ない。エステート版とクロスカントリー版、違うはどこですか？他には。まず一つが、ラジエーターグリルが結構大きくガバッと開いてるっす。これが勇ましいんですよ。それでここのフロントの格子の部分、これもね、もっとザクッとね、一つずつの幅が大きいものになった。確かに違う。だからすごくワイルドな感じがするよね。ああ、なるほどね。チンスポイラーの部分とかもさ、色の塗り分けがボディカラーと変わってるから全体的に迫力増してるし、シルバーの差し色とかが入ってるんで、この辺も都会感もすごく混ざってるよね。配色がうまい。エンジンどんな感じ？1800キロね、動かさなきゃいけないから。3.2 リッターです。で6気筒エンジンです。しかもそれが横置きされています。それはなぜかというと、ぶつかっちゃった時にね、縦に長いものよりもピシャッとしやすい。横に置いてるとね、クリアランスが増えるから。そういうところにはボルボの安全哲学っていうのがすごく生きてるんだよね。伝統ですね。逆光で見るとさ、意外とこの辺のラインとかが綺麗だし、このなんとも言えない色、ゴールドにも見えるしブロンズにも見えるしグレーにも見えるじゃん。これがまたいい色だよね。色のコーディとしては完璧です。しかもまたこれの色に対して内装の組み合わせがあるわけで絶妙なんですよ。だよね。乗りましょう。シートヒーターも、シートクーラーもついてるんだね。北欧の車なんでヒ
ヒーターはわかるけど、レザーシートにシートクーラーがついてるとさ、とても涼しいよね。僕は個人的にはあんまり SUV は好きじゃないんだけれども、これはとってもいい。どちらのいいとこも取ってて、しかもおしゃれでね。インテリアがおしゃれなんですよ。明るいクリーム色にさ、シートもブラウンでしょ。そしてこのサテンのアルミのパネルか。だから内外装リンクしてます。でシートはレザーシートですけれども、さすが北欧家具の国、座り心地抜群でございます。そうだよね、ちょっと柔らかめかな。でも結構好きかもこれ、厚みがあるよね。そうそうそう、ホールド感があって厚みで組み込んでくれる。それがこの乗った感じの心地よさか。で四輪がしっかり地面にくっついて駆動してるから気持ちのいい感じがして硬くないよね、セッティングも。そうだね、なんといってもやっぱ電子制御サスペンションだよね、4C っていう言い方をボルボではしてるんだけれど、前とは何ぞや、ダンパーと原水力の制御を行っていくんだけど、これが随分よくできてるように僕は思います。なんかハイドロの車みたいな。街乗りの時はね、ふんわりしっとりすごくしている。向こうの絨毯的なゆったりとした感じがあるよね。あとさ、ワゴンに比べて圧倒的に見晴らしがいいですね。まず乗り込む時にかがまない、腰を下に下ろすっていうよりも、そのままスライドして座り込むっていう感じがしたよね。普通のエステートだとしゃがむでしょ。はい、これはそのままスッといきます。そうだね、ちょうどいいね。そうなんですよ。それぐらいの着火ポイントで、僕は個人的にはあんまり SUV は好きじゃないんだけれども、これはとってもいい。どちらのいいとこも取ってて、しかもおしゃれでね。やっぱ車高が高まった分ね、車の動きがクッション性がつくというか、確かにリラックスして乗れるよね。はい、太郎君の多分おとなしくリラックスモードに入って、このままスーッと眠ってしまうかもしれない。3.2 リッターの直列6気筒だそうで、ちょっと踏んでみると、あ、ほらスーッと気持ちよくいきますよ。そんな突発的な速さはないけれども、力強いよね。そして、そうそう、必要にして十分だし、車重も重いけれども、それを動かすには十分な出力があるんじゃないかなと僕は思いますね。あとね、音がいい。この時代ならではだよね。まだやっぱエンジンのさ、存在感がすごくあって、そうね、エンジンの音がね、結構室内に入ってくるんだよね。それで今気づいたのが、シートヒーターも、シートクーラーもついてるんだね。北欧の車なんでヒーターはわかるけど、レザーシートにシートクーラーがついてるとさ、とても涼しいよね。ひんやりとして夏気持ちがいいんですよ。気持ちいいよね。ボルボってやっぱドイツ勢がさ、あれもこれもオプションでっていう風になってるものを、最初から含んでいるものが多いじゃない。ボルボのもう一つの魅力でもあると僕は思うな。この価格帯で標準でシートクーラーまでついてるって結構珍しい、そう思う。ボルボってイメージに反してさ、バタつく感じがなきにしも、そういうモデルも意外とあるよね。ボルボってこんななんだって過去思ったことはあるんだよね。もっとずっしりしっとり触っていくのかなと思ったら、そう思ったこともあるんですけど、この車に関してはしっとりまろやかなんですよ。ハンドルの手触りとかもさ、すごく良さそう。横から見ていて内装の質感もいいんだけど、乗り味の質感もとっても高いんじゃないですか、これ。全然安物心じゃないんだよ。かといってぎゅうぎゅうに詰まっててバシッと決まったドイツ車とはまた違って、確かにいい感じで抜きがあるというか、抜け感が多分この心地よさにつながってるんじゃないかしらと思いました。このおしゃれ度もバシバシに決まってるんじゃなくて、抜け感があって決めきらない配色、デザイン、クロスカントリー仕様になった時の混ざり合い、それが融合しててね、今日みたいな僕らみたいなカジュアルなアウトドアっぽい格好でもいいし、コンブレにデニムにローファーとかでもね、絶対かっこいいです。あれちょっと待って、僕のシートヒーターを押してない？暑いんですけどごめん、間違って押してた。クーラーにしてもらっていいですか、太郎くん。たまにこうやって太郎くんにいたずらをされてますけどあ、ちょっと涼しくなってまいりました。気持ちよ。どうも暑いなと思ってたんですよねこっちがシートクーラーで、こっちがシートヒーター。はい、乗ってまいりまして、ジェントルな車だとね、もう一つ武骨かなと思ったんですけど、ボルボらしさっていうのも当然あるから忘れてました、スタイルばっかりに気を取られ、乗った瞬間に誰でもおしゃれ、
いろんなおしゃれな車ってあるけど、はい、トータルでおしゃれになったりするでしょ。これ持つだけでおしゃれっていうか。なるほどね。もうこれに乗ってる人っていう風になると勝てませんよ、これには。ずるい。よくできてます。さすがスウェーデン人。なるほど、ね、シャレ度が違う。なんでこれをゲットして秒でおしゃれになっていただきたい。そうだね。はい。太郎君おすすめした人いる？僕やっぱ車自体も好きだから、乗り味とか、ボルボらしさみたいなのがどっしり構えた重めの時代のボルボっていうのが今乗って改めていいなっていうふうに思いましたね。なるほど。実際僕持ってたしね。そうだよね。これは今と昔の中間ぐらいの車ではあるけれども、どっちのも良さが詰まってる感じが太郎君の話も聞いてて思ったし、この車自体が本当にいい車でございました。日本人ボルボ好きだから、北欧の家具も大好きだし、動くリビングルーム、動く応接、一気におしゃれになっていただきたいなと思いました。ということで今回はボルボの XC70 3.2 の4駆モデル、一番いいモデルですね、こちらをご紹介いたしました。152万円 4.9 万キロの個体、概要欄からもリンク飛んでください。お問い合わせもオンラインでもお待ちしております。今回も太郎君とお届けしました。レッセンス&ボーイズ TV でした。また見てね。ありがとうございます。あっちもバイバイ。